こんにちは、くまこです。今回はミラコスタのテラスルーム、ハーバービューをご紹介します。と言いたいところなのですが、外はあいにくの梅雨真っ只中。雨の日のテラスルームって実際どうなの？そんな疑問を検証する特別な滞在期の始まりです。それでは早速行ってみましょう。まずはサローネ・デ・ダミーコでチェックインです。あいにくの雨模様ということもあり、この日は多くのゲストでかなり混み合っています。手続きの順番を待つ間、お菓子コーナーを覗いてみます。こちらの動画の時とは少しメニューが変わっていましたが、いつものカラメルビスケットや焼き菓子はもちろん健在です。サローネで一息ついたところで、いよいよ今回のお部屋へ向かいます。今回の客室は5365号室です。ここからはおなじみのルームツアーをお届けします。お部屋の紹介よりも先に進みたいという方は、下のチャプターからジャンプしてくださいね。ということで、到着しました。それでは、いざ入室。やっぱり素敵なお部屋ですね。テラスルームならではのこの贅沢で落ち着いた空間。何度来てもドアを開けた瞬間にため息が出ちゃいます。テラスルームはベッドルームとリビングが分かれている特別な間取りになっています。この素敵なお部屋をじっくり見ていきましょう。まずはリビングエリアのテーブル。トレイの上にポストカードや25周年のリーフレット、そしてデコバッグが並んでいます。さらには綺麗なお花まで。どれも宿泊の素敵な記念になりますね。続いてこちらのバーコーナーを見てみましょう。カウンターにはコーヒーメーカーやケトル、アイステールなどが並んでいます。黒いボックスを開けてみると、コーヒーやアールグレー紅茶、お茶のセットが美しく収納されています。お天気が良ければここからテラスに出て優雅なティータイムなんて妄想が膨らみますね。カウンターの下の扉を開けるとグラスと冷蔵庫があります。冷蔵庫の中には無料のミネラルウォーターが4本用意されています。バーコーナーの横には壁掛けのテレビ、その下にバゲッジラックが用意されています。ついつい素敵なリビングに目が奪われてしまいましたが、ここでお部屋の入り口付近に戻りたいと思います。ドアを入ってすぐのこちらの大きな扉はクローゼットです。中には予備の枕や毛布、ハンガーなど滞在に必要なものが一通り揃っています。さらにこちらの客室にはバスローブも用意されています。足元にはお持ち帰り可能なスリッパ、大人用とお子様用がそれぞれ2足ずつ。さらに反対側の扉を開けるとセーフティーボックスやお子様用の踏み台、そして雨の日にとっても心強い靴乾燥機まで用意されています。クローゼットの向かい側にはトイレがあります。こちらは嬉しい独立タイプで、個室の中にはまるでパウダールームのような立派な手洗いカウンターも設置されています。鏡もゴールドでとってもゴージャスですね。続いてリビングのさらに奥にあるベッドルームへと向かいます。こちらの客室は広々としたダブルベッドが1台用意されています。ヘッドボードの重厚なデザインが中世のイタリアのような世界観を引き立ててくれますね。そしてリビングに続き、こちらの寝室にも棒型のテレビが設置されています。テレビ台の引き出しの中にはセパレートタイプのナイトウェアが2着用意されています。
ベッドルームの奥にある扉の先にはとってもラグジュアリーなバスルームが広がっています。大理石調の贅沢な空間には大きなバスタブの他に独立したガラス張りのシャワーブースも完備されています。バスルームにあるこちらの洗面台もゴールドの大きな鏡が目を引くゴージャスな作りです。洗面台の左側にはうがい用のコップやポンプ式のハンドソープ、そしてクラシカルなデザインのスタンドミラーが用意されています。洗面台の右側には嬉しいお持ち帰り可能なアメニティが並んでいます。さらに洗面台の左側の引き出しにはドライヤーとヘアブラシ、右側の引き出しにはティッシュが用意されています。こちらの大きなバスタブはなんとジェットバス仕様になっています。アメニティのバスタブレッドを溶かすと泡と心地よい香りに包まれる至福のバスタイムを過ごすことができます。それではいよいよ外の景色を見てみましょう。カーテンを開けた先には言葉を失うほどの美しい景色が待っていました。静かに佇むプロメテウス火山と水面に映る街並み、この素晴らしい眺め、ずっと見ていられますよね。そしてこの広々としたテラス、この絶景を自分だけのプライベート空間で独り占めできるなんて本当に夢のような体験です。イラコスタのテラスルーム、ハーバービューは全部で5部屋。その中で今回宿泊したお部屋は、一番アメリカンウォーターフロント寄りに位置しています。ハーバーショーや花火を見るには、まさに絶好のロケーションにあります。ここでちょっとした私の宿泊裏話を。実は私、過去に泊まったテラスルームがすべてアメフロ側なんです。アラビア側への憧れを胸に毎回ドキドキするものの、結果はいつもアメフロ側。予約困難なハーバーグランドビューにも宿泊できましたが、あちらもご存知の通りアメフロ側ですよね。アラビア側の景色はまだ未体験ですが、だからこそ言えます。アメフロ側のテラスルームの中では、今回のこのお部屋が個人的にダントツでお気に入りです。毎回アメフロ側を引いてしまうアメフロ側の呪いだけでも驚きですが、運命のいたずらはこれだけではありません。実は今回宿泊しているお部屋、以前紹介した客室のちょうど真上のお部屋だったんです。まさに上下垂直の運命のいたずらですよね。もしかしてホテルの人に、この人、アメフロ側とこの角度がめちゃくちゃ好きなんだなって思われてるんでしょうか。同じ角度の景色ではありますが、遮るもののない圧倒的な開放感と、5階ならではの視界の広がりをじっくりお届けします。時刻は16時。タイミングよく雨が止み、メディテレーニアンハーバーでは、いよいよ25周年のアニバーサリーショー、スパークリングジュビリーセレブレーションがスタートしました。5階のテラスルームは高さがある分、遮るものが一切なく、ハーバー全体を一望できる開放感はとにかく素晴らしいです。ただ、高さがあるということは、その分キャラクターたちとの距離が遠くなります。テラスからの見え方はこんな感じになります。
時刻は17時。カクテルタイムのサローネ・デ・タミーコにやってきました。この時間はソフトドリンクの他にビールやワイン、ウイスキーなどのアルコール類がずらりと並びます。おつまみのスナックもチェックインの時とは違うものが並んでいます。自分の好きなタイミングでお酒を自由にいただけるスペチャーレ&スイート宿泊者だけの特別なひとときです。私たちはアルコールを飲まないので、ウェルカムドリンクのノンアルコールカクテルをいただくことに。おしゃれなおつまみプレートと一緒にカクテルタイムの雰囲気だけをまったり楽しみます。実はこの後ホテルの外でがっつり食事の予定があったので、ここでは少し控えめにしておきました。食事を終えてホテルに戻ってきました。実は出かけている間にまた雨が降ってきてしまったんです。お部屋のテラスから夜のショーが見られるのか、ちょっと心配になってきました。せっかくのテラスルーム、視聴者の皆さんにこのテラスからのビリーブを絶対にお届けしたくて、ひたすら雨が止んでくれるように祈ります。するとこの願いが通じたのか、なんと本当に雨が止んでくれたんです。諦めずにテラスで祈り続けた甲斐がありました。それでは奇跡的に雨が上がったメディテレーニアンハーバーで、いよいよビリーブシー・オブ・ドリームスが始まります。テラスルームハーバービューからのビリーブ、いかがでしたか？距離感や雨の日の臨場感など、少しでもリアルな雰囲気が伝わっていれば嬉しいです。ビリーブが終わると、25周年の特別環境演出、スパークリング・ジュビリーナイトが始まります。残念ながら、このお部屋の位置からは、その全体像を見ることはできません。なので、全体を見るのは思い切って諦めて、自分の部屋のテラスに映し出される光の映像を
贅沢に独り占めして眺めることにしました。壁や柱を彩るカラフルな光に包まれるスペシャルな夜のひととき。これもテラスルームだけのとても贅沢な過ごし方です。明日の朝はルームサービスの朝食をこのテラスでいただく予定です。普段ならブッフェの種類が豊富なメラビスタラウンジに行くのですが、今回はテラスからの朝食風景を皆さんにお届けしたくて、あえてルームサービスを選びました。天気予報はあいにくの曇りですが、果たしてテラスで無事に食べられるでしょうか。それでは25周年の特別な余韻に浸りながら今夜は眠りにつきたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。運命の2日目の朝を迎えました。実は明け方まで雨が降っていて、開演時間には止んだものの、テラスの椅子とテーブルはずぶ濡れに。椅子のクッションが濡れていて座れないので、今回はお部屋の中に朝食をセッティングしていただきました。ちなみに、お天気が良くてテラスでいただける場合は、このような素晴らしいロケーションで朝食を満喫することができます。今日はお部屋の中からのんびりパークを眺めながら美味しくいただきたいと思います。今回はミラコスタのテラスルームハーバービューを紹介いたしました。激しい雨のハプニングもありましたが、特等席で見下ろすビリームやテラスの壁を彩る25周年のマッピングなど、雨の日だからこそ味わえた空間の美しさは一生の思い出です。ここでこれからテラスルームに宿泊される方へ小さなアドバイスです。天候が不安定な日は椅子を少しでも濡れない場所へ避難させておくことを強くお勧めします。そうすれば翌朝きっと素敵なテラス朝食を迎えられますよ。さて、私は現在全ディズニーホテルのすべての客室カテゴリー制覇という大冒険に挑戦中です。ぜひチャンネル登録と高評価でこの挑戦を応援していただけるととっても励みになります。それでは今回の思い出深い宿泊も私のスタンプ帳に記録したいと思います。それではまた次の冒険でお会いしましょう。